この動画にはアニメのネタバレがあるよ。注意してね。アニメが大好きなひよことカイルがいました。彼らはアニメの話をしながらレディットの海外の反応を眺めるのも好きでした。ここは哲学者たちがふらりと遊びにやってくる不思議な教室。さて、今日はどんな哲学者との出会いが待っているのでしょうか。そういえばさ、3期のスパイファミリー、アーニャのトニトからいきなりロイドの戦争の過去編になったの。落差がすごかったよね。ほんとだよね。びっくりしたよ。僕、お菓子食べながら見てたのに、急に食べる手が止まっちゃったよ。もちもちの手が止まるなんて、その方がびっくりだよ。ふふ、坊やたち、面白い話をしているわね。わあ、また誰か来た。今まではおじちゃんばっかりだったけど、今度はおばちゃんだ。おばちゃんとは失礼ね。お姉さんとお呼びなさい。私はハンナ・アーレント、20世紀のドイツ出身よ。世間では、政治理論家、なんて呼ばれているわね。政治理論家？なんか難しそう。政治？僕たち政治なんて何もわからないよ。大丈夫よ。難しい話はしないわ。それよりね、さっき、落差がすごい、って言ってたでしょう。あの過去編、ただの回想じゃないのよ。ロイドがどうして、子供が泣かない世界を作りたいと思うようになったか、全部はそこに詰まっているの。ロイドはもともと普通の子供だったよね。そうよ。でも実際には戦争が来て、街が焼かれて、お母さんも友達もいなくなった。それで彼はどうしたと思う？軍に入った。年齢ごまかしてまで。ええ。彼は、オスタニアの奴らは悪魔だ。って本気で信じて戦場に行ったの。でもね、ここで考えてほしいの。ロイドはオスタニアの人と直接話したことがあったかしら？ない。よね。ないのよ。会ったこともない。話したこともない。なのに、あいつらは全員悪い。って思い込んでいた。じゃあその、悪魔だ。っていう情報はどこから来たのかしら？国とか、周りの大人とか。そうね。正解。それが、プロパガンダの罠なのよ。国や権力者が、あいつらは敵だ。憎め。って繰り返し言い続けると、人は自分の目で確かめないまま信じてしまうの。ロイド自身も、その罠にはまっていたのよ。そういうのをプロパガンダっていうのか。僕ね、お菓子の CM 見ると絶対買っちゃうんだけど、それもプロパガンダ。それはただの食いしん坊。あはは。でもね、実は構造は似ているのよ。これが正しい。これが欲しいでしょう。って繰り返し言われると、自分で考える前に体が動いちゃう。お菓子ならまだ可愛いけど、それが、あの国の人間を殺せ、になったら怖いでしょう。それはすごく怖い。人間ってね、自分で考えるのをやめて、国が言ってるから、みんながそう言ってるから、って流されると、平気で人を傷つける歯車になっちゃうの。私はそれを、悪の凡庸さ、って呼んでいるわ。悪の凡庸？凡庸っていうのは、特別じゃない、普通って意味よ。つまりね、すごく恐ろしい悪いことって、ドラマに出てくるような特別な悪人がやるんじゃなくて、考えることをやめた普通の人がやっちゃうのよ。普通の人が悪いことしようと思ってなくても？そう、上司に言われたから、ルールだから、みんなやってるから、そうやって自分の頭を使わなくなった瞬間、誰でも加害者になり得るの。私がこの考えに至ったのはね、ナチスの役人アイヒマンという男の裁判を見た時なの。何百万人もの人をガス室に送る手配をした男なのに、法廷で見た彼はね、ものすごく普通のおじさんだったのよ。そんな普通の人がそんなことを。彼は、命令に従っただけだ、って繰り返していたわ。自分が何をしているか考えることを、完全にやめていたの。じゃあ戦場のロイドも、最初はそれに近い状態だったってこと？いいところに気づいたわね。ピオ太郎ちゃん、そうよ、オスタニアは悪だ、という情報を疑わず、自分で考えることをやめて銃を撃っていた。まさに歯車よ。でもね、ロイドには転機があったの。覚えてる？あ、フランキーだ。そう、前線でオスタニアの脱走兵だったフランキーと出会ったのよね。最初ロイドは彼を殺そうとした。でもフランキーがなんて言った？確か、俺だって死にたくない、みたいな、すごく人間臭いことを言ったんだよね。そうよ、敵、だと思っていた相手が、自分と同じように怖がって、
生きたくて、くだらない話もする普通の人間だった。ロイドはそこで気づいたの。あれ？俺が信じてたことって本当か？って。フランキーっていつもお笑い枠だと思ってたけど、実はめちゃくちゃ大事なキャラだったんだね。すごく大事よ。顔の見える相手と直接向き合うことで、プロパガンダが作り上げた悪魔のイメージにひびが入ったの。思考が再び動き出した瞬間ね。なんだ、あいつらも俺たちと同じ、ただ生きたいだけの人間じゃないか。って、自分で考えて判断するようになったからこそ、彼はもう安いプロパガンダには騙されない一流のスパイになれたのよ。でもさ、そこまで気づいたなら、もう戦争とか関わらずに静かに暮らせばよかったんじゃない？なんでわざわざ危険なスパイなんか。いい質問ね。ここからが一番大事な話よ。実はね、ロイドにはもう一つの転機があったの。戦場で幼馴染の友達と再会したでしょう。あったね。生きてたんだ。ってすごく嬉しそうだった。ただし、その直後に彼らは危険な任務に送られて、帰ってこなかった。あの場面は辛かったよね。ロイドはそこで全部を思い知ったのよ。知らないまま信じて、知らないまま憎んで、知らないまま死んでいく。その連鎖がどれだけ残酷かを。だから彼は決めたの。復讐のためじゃなく、子供たちが泣かない世界を作るために戦おうって。復讐じゃなくて未来のためだったんだね。そう。ここに私の大好きな概念が関わってくるの。誕生性って言葉を知ってる？お誕生日のことを？近いけどちょっと違うの。誕生日は年に1回のイベントでしょう。誕生性はもっと大きな話よ。人間は誰でも生まれてくるということ自体が世界に新しい始まりを持ち込むことなのよ。新しい始まり？ええ。例えばね、戦争があって、憎しみがあって、もう世界はダメだって思える時でも、赤ちゃんが一人生まれたら、その子はまだ誰も憎んでいないし、何の偏見も持っていないでしょう。その子の存在自体が、やり直せるかもしれない、という希望なのよ。アーニャも誰も憎んでないね。そうね。アーニャを引き取った時、最初は任務のためだったかもしれない。でもね、ロイドの心のどこかでは、アーニャやダミアンのような子供たちが、大人が作った憎しみの連鎖を引き継がないで済む世界を作りたいと思っているのよ。あ、だからアーニャがダミアンと仲良くなった時、任務とか関係なく本気で喜んでたんだね。その通りよ。ウェスタリスのスパイの娘とオスタニアの政治家の息子が、国とか関係なく友達になれた。あの瞬間こそが、誕生性の力なのよ。大人たちの戦争や憎しみを、子供たちが、知らんって顔で乗り越えてしまう。知らんってアーニャは絶対そう思ってそうだよね。あはは、間違いないわね。でもね、それって実はものすごいことなのよ。過去の暴力や悲しみを断ち切って、全く新しい関係を始められる。これが人間の持つ一番尊い力だって、私は思っているの。じゃあさ、僕たちも誕生性って持ってるの？もちろんよ。フィオ太郎ちゃんも、もちもちちゃんも、今この瞬間だって、新しい何かを始められるの。昨日まで喧嘩してたこと今日仲直りするとか、やったことないことに挑戦するとか、小さなことでいいの。今までこうだったから、これからもこう、なんて決まりはないのよ。僕たちもそんなのか。そうよ。だってあなたたちはまだ何にでもなれるでしょう。その可能性こそが、誕生性の証なの。ロイドが命がけで守りたいのは、まさにその可能性なのよ。なんかロイドがめちゃくちゃかっこよく見えてきたよ。ロイドって最強のスパイだから強いんじゃなくて、自分で考えることを取り戻したから強いんだね。その通り、思考停止の歯車から自分の意志で動く人間に変わった。そしてその力を復讐じゃなくて子供たちの未来を守ることに使っている。これがロイド・フォージャーが本当にかっこいい理由よ。よし。じゃあ僕も新しいこと始める。あら、何を始めるの？この前落としたお菓子を探すんだ。それいつもやってることじゃん。もちもちは悪の凡庸さどころか食欲の凡庸さだよね。あはは。でもね、そうやってくだらないことで笑い合える日常こそが一番大切なのよ。私の言葉で言うと、私的領域。戦争やプロパガンダが最初に壊そうとするのは、実はこういう何気ない日常なの。お菓子を探したり、友達とふざけたり、そういう時間を守ることが、実は一番の抵抗なのよ。
じゃあ僕がお菓子探してるのは抵抗運動？絶対違うと思う。ふふ。まあ広い意味ではそうよ。存分に探しなさいな。見つけたら一つちょうだいね。いいよ。おばちゃんにもあげる。お姉さん、でしょ。でもさ、前に来たホップズのおじちゃんは、みんなが部品になって国を作るから平和になるんだって言ってたよ。歯車になるのがダメだったら矛盾しない。ああ、ホップズおじちゃんはそう言ってたね。いい質問ね。ホップズさんの言うことも間違いじゃないのよ。社会が動くために、みんなが役割を持って協力する。それ自体は必要なことだわ。でもね、大事なのは、考える部品であること。機械の歯車は、機械がおかしな方向に動いても止まれないでしょう。でも人間は違う。あれ、これおかしくないって立ち止まれる。それが人間と本当の歯車の違いなの。じゃあ、部品であること自体が悪いってことじゃないんだね。そう。考えることをやめた部品が怖いのよ。ホップズさんの理想の国が、良い国であり続けるためにも、中にいる一人一人が考え続けなきゃいけない。私とホップズさんは反対のことを言ってるように見えて、実は、同じ問題の表と裏を見ているの。おじちゃんとおばちゃんは、実は仲間だったんだね。お姉さん、ね、仲間かどうかは本人に聞いてみないとわからないけど、きっとタバコでも吸いながら、いい議論ができると思うわ。それにほら、ファイヤーアーベントさんも、すべてを疑え、って言ってたでしょう。彼の言葉も、私の、考え続けなさい、の、根っこは同じなのよ。面白いおじちゃん。面白かったね。さて、そろそろタバコもないから買いに行かないといけないから行くわね。もう行っちゃうの？ええ。でも最後に一つだけ伝えておきたいことがあるの。なになに？今日、あなたたちが私の話を聞いて、へえ、とか、なるほど、とか、本当かな、とか思ったでしょうん、思った。その、思ったこと、自体が、もう考えることの始まりなのよ。大げさな哲学書なんて読まなくていい。アニメを見て、あれ、なんでこのキャラはこうしたんだろう、って思ったり、毎日暮らす中で、って引っかかる何かに気づいたり、それだけで十分。考えることをやめないでね。それが、悪の凡庸さに絶対に落ちないための、一番シンプルで一番強い方法だから。わかった。僕、お菓子を探し続けるよ。すごい執念だな。お姉さんありがとう。ふふ、とうとうお姉さんって呼んでくれたわね。ありがとう。じゃあね、二人とも、またいつか会いましょう。おばちゃん、バイバイ。お姉さんよ。面白いおばちゃんだったね。お姉さんよって、また帰ってくれよ。ところでさ、早くレディットの海外の反応を見たいな。早速見てみようね。おばちゃんの、お姉さんの言葉を思い出しながら海外の反応を見ると、また違った感じで受け取れるよね。それでは、どうぞ。俺たちの黄昏が妻の姿を見ただけで膝から崩れ落ちたぞ。この家族のために、いや、任務のために何でもする男だ。ロイド、これも任務のため、フォージャーが主役のもう一つのエピソード。相手側と純粋に交流する機会がないまま、相手を悪魔化するプロパガンダに屈してはいけない。人の暴力や他者を傷つけることへの自然な嫌悪感を乗り越え、殺し合いや戦争という大量殺戮に走らせるものが何なのか、政治と情報がこうも国家同士を争わせることができるなんて。という名の少年はもう存在しない。新しいアイデンティティを持った兵士になった時に彼は死んだ。そして今、その兵士すらも消え去っている。彼はスパイとしての長年の間に両陣営のいい面も悪い面も何度も見てきて、どの政府も聖人であるという幻想をもう抱いていない。現在のロイドはもはや安っぽいプロパガンダに騙されることはない。無意味な理由で全員が一瞬にして死んでしまった。彼との出会いを通して黄昏は再び人間性を取り戻したんだ。彼は戦争そのものにうんざりし、戦争を終わらせ、二度と再開させないためにスパイになる覚悟を決めたんだ。
自分の国家のためではなく、子供たちが二度と自分と同じ目に遭わないために戦った人物なのよ。ハンナ・アーレント、ドイツ系ユダヤ人だった彼女は、ナチズムが台頭したドイツからフランスを経てアメリカ合衆国に亡命しました。哲学者と呼ばれることを堅くなに拒んで、自分のことは政治理論家だと名乗っていました。彼女がなぜ哲学者と呼ばれることを嫌がったのか、それは伝統的な哲学が人間を単数形の一つの像として捉え、それぞれ違う考えを持ったたくさんの人々が織りなす現実の世界を扱えない、そう感じていたからです。彼女の言葉で言う複数性こそが政治の世界で最も大切なものだと考えました。さらに決定的な出来事がありました。ナチスが勢力を伸ばした時、知でもあった高名な哲学者ハイデガーがその思想に加担していくのを彼女は目の当たりにしたんです。頭で難しいことを考えるプロのはずの哲学者がなぜ目の前の現実の悪に気づけないのか、その強い失望と危機感が彼女を純粋な思考の世界から人々が行動する現実の世界へと向かわせました。一人の頭の中にある真理よりも広場でみんなが対話することで生まれる新しい始まりを信じたい。そんな彼女の覚悟が政治理論家という呼び名に込められているんです。この前のドライブ楽しかったね。結局、大町まで走っていったね。大町まで来ると山が迫ってくる感じがして壮大だよね。今度は白馬まで行ってみようね。白馬、美味しいものある？そばかな、信州そば。それいつも食べてるじゃん。同じ長野県だからね。白馬はスキー場が多いからお土産屋さんが松本とはまた違った雰囲気だよ。ああ、それなら行きたい。お菓子買う。一日中お菓子のことしか考えてないな。それじゃあ、今日はこの辺りで。最後まで動画を見てくれて本当にありがとうだよ。また次の動画で会おうね。バイバイ。バイバイ。